こんにちは、ミルです。今日は日本の空気についてお話しします。昔ね、面白い言葉を聞きました。日本で生活したり、日本に行くなら、ひらがな、カタカナ、漢字、そして空気を読む必要がありますよ、というものです。はい。本当にね、面白いなーって思ったんですけど、今日はこのね、日本独特の空気についてお話ししたいと思います。よく私の周りの日本人も言いますよ。海外にいると他人の目が気にならないから自由な感じがする。でも日本に帰ってくるといつも誰かに見られている気がして苦しいとかね。あとはこの窮屈な感じは何だろう。日本独特のものだよねとか。で、これは海外が自由な感じがするというよりも、海外旅行で非日常感があるから自由な感じがするということでもあると思うんですけど、海外で生活している人もね、こっちは自由だよって言うんですよね。好きな洋服着れるし、みんなと同じじゃなくても変な目で見られないし、とかね。いや別に好きな洋服着ていいんですよ。だけど、なんかあまりにも奇抜な洋服だと、ちょっと他人の目線が気になるっていう人がね、多い印象なんですよね。で、マナーがね、とにかく厳しいですよね。と言ってもね、暗黙のルールなんですよね。例えばね、女性なら、お化粧ですよね。お化粧しないで外に出るとね、どうしたの？なんで？って言われたり、例えば30過ぎて足を出してるとやばいっていう雰囲気とかね。雑誌でも、女性雑誌、女性誌でもね、書いてあるし、メディアとかでもね、その30過ぎたら30過ぎて足を出してるのはちょっと恥ずかしいよねっていうような雰囲気なんですよ。全体的にね。そう。で、女性だけじゃないですよ。例えば、平日の日中にね、男性が一人で公園にいるとします。するとね、あれ、あの人大丈夫かなとかね、仕事してないのかなっていう空気があったりね。もちろんね、全員じゃないですよ。そういう人もいるという話です。あとは、ちょっと昔ですけど、男の人がカフェでケーキを食べるなんて恥ずかしいとかね。はい、こういうのがありました。で、これね、なんでかなーって思ったんです。で、やっぱりこれも受け継がれてきた歴史だよなーっていうのが今の、私のね、今のところの結論なんですけど、はい、今からね、お話ししていきます。その前にね、うちでもね、面白いエピソードがあったんですよ。あのー私が子供の頃、洗濯物をベランダに干していた時です。お母さんにね、なんて言われたかというと、ねえ、そんな干し方したら近所の人に笑われるよって言われたんです。これね、子供心に、なんでって思いましたね。よく乾くようにきれいに干しましょうじゃなくて、笑われないようにきれいに干しましょうというのが、ちょっとね、理解できなかったんですよ。あとはね、なんで毎日お掃除するのって聞いたら、いつ誰が来ても恥ずかしくないようにお掃除するのよって言われたんですよね。これもね、謎でしたね。自分が気持ちいいからというより、笑われないようにというのが理由だったんですよね。これね、すごくね、ご近所さんの目、他人の目を気にしているっていう感じですよね。で、聞くと刀という有名な本知っていますか？アメリカのルース・ベネディクトという方がね、書いたものなんですが、その方がね、日本は恥の文化で
西洋は罪の文化だとしているんですね。この考察すごく面白いですよね。西洋の文化は絶対的な基準に反する行為が罪であると意識している。はい。この場合はね、西洋のキリスト教社会ということですよね。一神教ですから、絶対神が存在していて、その神の意志に反するようなことをすると、神によって罰せられるっていう考えですよね。で、一方日本文化は、集団の常識に反する行為が恥であって、その常識というのは集団によって変化するというんです。そうですよね。日本は多神教です。いろんな神が存在していて、その神々の教えというのがないんですよね。なので、世間に対して自分がいるその集団に対して恥ずかしいことはしないと行動してきたわけなんですよね、多分ね。お天道様が見ているよ、ね、お日様です、お天道様。お天道様が見ているよっていう言葉もあるんですけど、そのお天道様からの教えがあるかと言われたら、ないんですよ。なので、もうここでね、私のお母さんが、誰かが来ても恥ずかしくないように掃除をするとか、近所の人が見ても笑われないような洗濯物の干し方をするという考え方の理由がわかりますよね。ああ、こういう文化だったんだなぁと。じゃあね、何がきっかけでそうなっていったのかっていう話なんですけど、1597年、豊臣秀吉がね、侍5人組、下人10人組というのを作ったそうなんですよ。で、これは侍5人を1組。1組っていうのは1つのグループですね。なので、侍5人で1つのグループ。そして、下人といって、身分が低い人、10人を1組、1つのグループにして、治安を維持するためにね、協力し合ったり、中にはね、逃亡しちゃう人もいたので、それを防ぐために監視し合ったりしたそうなんですよ。で、これをね、江戸時代も引き継ぎます。江戸時代はね、5人組という名前になりました。で、この5人組もね、治安維持のためにお互いに協力しましょうねっていうものなんですけど、ちゃんと税を取り立てるためのものでもあったそうですよ。取り立てるというのは強制的に取るという意味ですよ。それで農家5軒を1組として5人組というのを作りました。でね、例えばその5軒のうちうちの1軒の農家が税を納められなかった。こういう場合ありますよね。そうすると他の4軒の農家がみんなでその税をね、納められなかった1軒のその税を協力して負担するというもので、これね、連帯責任制度ですね。みんなで一緒に責任を取るというものなんです。とにかくね、みんなでそのグループの中でいい時も悪い時も協力しましょうねというものですね。で、ここがね、ちょっと怖いんですけど、グループの中で犯罪をした人がいるとします。そして、それをね、報告したら、なんと、ご褒美がもらえたそうなんですよ。なのでね、悪いことはしていないかと、ご近所さんを監視している人もいたかもしれないですよね。はい。でね、今もそうなんですけど、多くの日本人は小さい頃から他の人の迷惑にならないようにって教育されるんです。親からもそうですし、学校でもそういう教育しますよ。
皆さん日本で電車とかバスに乗ったことがあるかもしれないですが、こういうアナウンスありますよね。周りのお客様のご迷惑にならないよう、携帯電話はマナーモードに切り替え、通話はご遠慮ください。でこういうやつね。とにかくね、こうやって他の人に迷惑をかけないでっていうのを小さい頃からずっと聞いて育つんですよね。で、これね、なんでかなーって思ってたんですけど、さっき話したね、江戸時代の5人組の名残なんじゃないかなって思います。名残というのは、その物事がね、終わっても影響が残っているという意味です。なので、5人組の名残というのは、5人組の制度は終わったけど、その影響が今も残っているっていうことですね。だってほら、5人組の時代ね、江戸時代は、自分がもし納税できなければ、他のね、4つの家に迷惑がかかるわけですから、ちゃんとお仕事しようってなりますよね。多分ね。はい。迷惑かけちゃいけない、かけちゃいけないっていう考えが広まったんじゃないかなって思いました。はい。あとね、ちょっと怖いんですけど、村八部っていう言葉知っていますか？これね、怖いんですよ。今もね、例えば職場とか家庭とかね、友達関係などで村八部にされるとか、村八部に会うっていう使い方するんですけど、これね、村八部というのは江戸時代から昭和初期にかけて行われていた罰ですよ。村社会の中でね、その村の掟というのは決まりとかね、その村伝統の習慣のことです。これをね、破ってしまうと大変なんですよ。10個あるお付き合いのうち8個できなくなるという罰なんです。だから村八部って言うんですけど、そのね、10個のお付き合いというのは、官、婚、葬、家事、病気、建築、年季、水害、出産、旅行の10個です。官というのは成人式ですよ。前に面白い成人式という動画でお話ししました。そして年季というのは亡くなった人の命日のことです。でね、この10個の中の8個ができなくなる。2個だけは協力するよ。だけど、その他は一切協力しないよという罰です。でね、その協力してもらえる2個のお付き合いというのは、お葬式と家事です。お葬式と家事、この2つだけは協力する。でも、その他は一切協力しませんというものです。怖いですよね。今はね、便利な時代なので、近所の人たちにね、そう言われても、全然生きていけますよね。余裕ですよ。だけど当時は、みんなで協力しないと生活が本当に難しくなりますよね。ということは、その村にいられなくなるんですよ。はい、怖いですね。なんかね、村のみんなで、あの家はルール破ったから村八部にしようって決めるんですって。怖い怖い。でね、その村全体で、その家の人たちのことを無視するんですよ。葬式とね、家事以外は協力しません。だからね、ご近所さんに目をつけられないように注意をしないといけなかったわけですね。なのでね、この時もご近所さんからどう思われるかというのはとても大切だったんだと思いますね。で、このね、怖い怖い村八部。これは人権侵害だということで、昭和初期でこれね、終わったそうなんですけど、その後ね、戦時中、今度は
隣組というね、地域組織が作られました。これはね、さっき話した江戸時代の5人組の制度を使ったもののようですよ。戦争中ね、国民統制、国民をまとめるために作られたものだそうですよ。みんなで協力し合いましょうね、助け合いましょうね、というものです。で、戦後、この隣組は廃止されたんですが、実はね、まだまだ同じようなものが続いていますよ。私がね、住む東京下町も続いております。それはね、町内会というものです。例えばね、東京の住所は、東京都何々町、何丁目、何番、何号というふうになっているんですけど、そのね、何丁目のところ、例えば浅草一丁目だったら一丁目町会、二丁目だったら二丁目町会、こういう感じで町目ごとに町会があるんです。で、これは今までのごめんなさい、5人組とか隣組と似ていて、同じ町目に住んでいる人たちで、協力、助け合って、自分たちがね、住む地域をもっともっと良くしていこう、より良くしていこうというものです。で、何をしているかというと、もちろんね、町会によって違うんですけど、例えば夏のお祭りとか、冬の餅つき大会とかね、こういういろんなイベントをやったりします。あとは町内パトロール。車とかね、自転車で巡回してくれたりするんですよ。困った時にね、声をかけることができます。あとはね、災害の時に町会に入っていると支援が受けやすいとか。で、ちょっと昔ですけど、私が住むところでは夜になるとね、火の用心って言ってね、大きな声で火事への注意を呼びかけながら、困っている人がいないかなと巡回してくれたりしましたよ。あとはね、今の時代に合ってないって言われそうなんですけど、回覧板というのが回ってきます。その町会のね、イベントのお知らせとか、詐欺に注意してくださいっていう注意喚起とかね、そういうのが書かれた紙が回ってくるんですよ。で、これね、読んだらサインをしてね、自分の名前を書いて、隣の人のポスト、郵便受けに入れるんですよ。時代に合ってないって思いますか？今ね、電子版にしたらいいのにっていう人もいると思うんですけどね。まあ実際にいるんですけど、おじいちゃんおばあちゃんはね、そういうのを使いづらいし、今もね、こういうアナログな回覧板というのがあります。これもね、もうご近所付き合いですね。でね、この町内会、お金が必要です。会費が必要なんですよ。地域によって違うんですけど、調べてみたら、1ヶ月200円から2000円ぐらいだそうです。で、この町内会は法律上の義務ではないので、町内会に入るかどうかというのは自分で決められます。任意です。でもね、これもね、昭和から続くもののようで、昔からそこに住んでいる人はね、ほとんど入っていますね。うちも入ってますよ。で、新しく引っ越してきた人たちにもね、町内会入りませんかという案内が回ってきます。はい。ということでね、実は今でもこのご近所さんとのお付き合いというのはとても大切なんですね。で、村八分になるということは、今はね、特に都心だったらそうそうないんですが、やはりね、ご近所さんに嫌われるというのはちょっと困っちゃいますね。あとね、5人組の
連帯責任制度の話なんですけど、なんと今の小学校、中学校でもやってるんですよ。小学校のクラスの中でね、班というのを決めます。例えば30人のクラスだったら、5人で1つの班になります。なので、30人のクラスなら、6個班ができるんですね。でね、今週はじゃあ1班が給食当番です。2班が教室の掃除当番です。3班がトイレの掃除当番です。とかね、こうやって班ごとに役割を決めます。でね、班の中の誰かが掃除を、例えばね、掃除だったら掃除をサボるとします。サボるというのは、ちゃんとやらないということです。班の中の一人が掃除をサボったら、その班の全員が先生から叱られるとかね。で、教室全体でもそうですよ。授業中にね、誰かが遊んでいて、先生の話を聞かない。で、先生にね、叱られてもやめない。すると、連帯責任ですから、クラス全員が叱られるということになります。私の時代はね、そういうのあったんですけど、今もね、あるみたいなんですよ。はい。先生がね、怒って、職員室か。職員室に戻っちゃうんですよ。もう授業やりませんって言ってね。そうすると、クラス全員で職員室に行って、先生ごめんなさいって言いに行くんですよ。こういうのどうですか？皆さんの国ではやりますか？なのでね、小学生の時から一人の迷惑な行為はみんなで責任を取るというのをね、教わるんですよ。だから本当にね、他人に迷惑をかけてはいけないとかね、他人から迷惑をかけられるのは嫌だってね、思う人間が育ちますよね。あとね、ちょっと怖いんですけど、毎日ね、学校の最後に先生が聞きます。はい、皆さん、今日悪いことをした人は誰かいましたかって言うんですよ。そうするとね、誰かがね、手を挙げて、はい、誰々さんが何々をしていましたって、みんなの前でね、先生に報告するんですよ。するとね、じゃあそのことについてみんなで話し合いましょうという時間になるんです。するとね、何もしてない子供たちは、ゲーやだ早く帰りたいってなりますよね。もうね、こういうことを小さい頃からやってるんですね。まあね、これもいい面もあるし、良くない面もあると思うんですけど、こういうのをね、小さいからやっているので、悪いことしてる人いないかなって監視をしてしまったりね、周りの人をよく見るようになったり、反対にね、誰かからいつも見られてるかもしれない、後で先生に何か言われちゃうかもしれないというね、意識にもなりやすいですよね。なのでね、こうね、今ね、こうやってお話ししたように、結構昔から日本ではね、集団生活において協力し合ったり、時にはね、監視し合ったりしてきたわけですね。あとは、先生に言われたらどうしよう。ね、別にね、何もしてないんですよ。何もしなくても、なんか報告されたらどうしようっていう恐怖がね、ちょっとあったかもしれないですね。なので、最初にね、お話ししたように、例えばね、30代女性、足を出すことに抵抗がある。特にね、膝を出すことを嫌うんですよ。こういうね、なんとなくそういうルールになっていて、で、それを破ったら、なんかね、周りの人から何を言われるかわからない。というね、
不安があるんじゃないかなって思います。で、これね、何がね、そう、日本でね、何が難しいって、はっきりとしたルールがないんですよ。暗黙のルールがたくさんあるということなんですよね。さっきのね、30代、足を出す。こんなね、足を出してはいけないっていうルールはないんですよ。でも、なんとなくみんながそう思っているという空気なんですよね。例えばね、テレビを見ていても、30過ぎて膝をね、ボーンと出して、太ももパーンと出してる人は少ない。女性誌にもそういうの書いてない。お化粧もそうですね。お化粧についてはね、学校で習うんですよ。社会人になったらお化粧しないと恥ずかしいですよって。でね、これもね、はっきりとしたルールではないんですよ。でも、恥ずかしいからしましょうねというね、こういうことになっているんですよ。なので、それをね、破って、すっぴんで外に出ると、すっぴんはね、お化粧をしていない、何もしていない顔です。すっぴんで外に出ると恥ずかしい。ご近所さんに、友達に、同僚に、道行く人に、なんて思われるかわからないって思ってしまうのかもしれませんね。でね、最後ね、海外に住んでる日本人女性にね、聞いたんですけど、これね、面白いですよ。その国の人と一緒にいるときは、もうね、自分の好きな格好、洋服着て、お肌を出して、お化粧、髪の毛、あんまり気にしないでね、自然な感じで、リラックスした感じでいられる。そうなんですよ。だけどね、じゃあ海外で日本人女性と会うとき、これが一番大変なんですって。日本人と会うときは、海外でもちゃんとお化粧をして、お洋服もきれいにして、髪型もね、きれいにするんですって。でね、やっぱり日本人はすごく厳しいんですって、そういうの。面白いですね。ちょっとね、日本国内だけではなくて、海外でも日本人同士が集まると、ちょっと面倒なこともあるみたいですよ。はい。ということで、今日は他人の目が気になる日本人というテーマでお話をしました。今日はね、ちょっと長かったんですが、最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあ、バイバイ。